どうもこんにちは、川口の健です。今日はキッシュザワーク MTO メイドトゥオーダーラインの新モデル、まだ完成してないんですけどちょっと試作してるのでそれをご紹介したいと思います。かねてから要望が多く僕もやろうと思っていたローファーですね、開発に着手しまして、でかなりいいところまで来たので一回自分用に試作のローファーを作ってみました。本番仕様で作ってみましたので、ちょっと履き下ろす前にどんな感じのローファーになっているか紹介したいと思います。これが今回完成した試作のローファーです。キッシュのローファー、どういったコンセプトでまず作ったかと言いますと、このローファー、紐靴とは狙っている履き心地だったりコンセプトが違います。手作業でハンドメイドで作るからにはやっぱりそのディティールの細かさだったりメリハリ、抑揚みたいなハンドメイドならではのメリットというかポイントはしっかり出しつつも少し気の抜けたような雰囲気を狙っていってます。それはデザインしかり履き心地しかりなんですが、そのデザインも履き心地もまずは木型から変わってくるので木型をお話したいと思います。紐靴とローファーというのは木型が違います。紐靴は甲の部分でしっかりグッと足を固定できるのに対してローファーはその固定部分というのはないので紐を緩めたり締めたりすることなく脱ぎ履きができ、さらに歩いてる時には脱げないっていうね、そういう結構難しいそのフィッティングのポイントがあるんですよね。僕はローファー作った経験そんなに多くないので今回かなり試作を重ねて何度も足入れして感触を確かめつつローファーの木型を製作しました。具体的にどういった点が違うかと言いますと、このキッシュの木型では一番大きく違うのはステッスンですね。かかとを合わせていくとステッスンがこんな感じで 4,5 ミリ短くなってます。っていうのと横から見ると分かるんですけど、甲っていうかこの指の上ですねの厚みが違います。ローファーの方が少し分厚くなってます。こんな感じで厚みを増してます。ドレスローファーというよりは今回はカジュアルめなローファー、ドレスの雰囲気もありつつもカジュアルな雰囲気を漂うローファーを作りたかったのでステッスンを削ってドレスシューズらしさを減らしてカジュアルな気軽な感じっていうのを出してます。さらにこの厚みなんですけど、ローファーってこのデザイン特にモカが乗るんですよね。モカが乗るデザインの場合少し厚みを出してこのモカがデザイン上乗るようにした方が、特にローファーの場合はカジュアル感というかまとまり感が出るっていうことがあるんですよ。これは今回の発見でもあったんですけど、なので少し厚み感を出してと同時にその厚みを増すことで少し指のゆとりを持たせたという感じですね。この紐靴の場合にモカが全然乗らないとかいうことではなく、チェスナットみたいにすごくねデザインバランスよく仕上げればしっかりモカが乗ります。ローファーの場合はもう少し高さを出してサイドの木型の壁感を作りたかったんですよね。少しボリューム感を出したかったですね。っていうこととか、あとこのボディの後ろの部分ですね、底面の感じはあまり変えてないです。キッシュの底面っていうのはかなり履き心地の特徴の一つなので、ここはなるべく紐靴と同じように気持ちよさを作りながら少しローファー特有の履き口の広さ、それによる履き口の開きですね、笑いを抑えるために少し補正しています。そんな感じで木型の部分で履き心地とデザインを紐靴とは少し変えたものにしています。今回この靴ラッパーミュージアムカーフですね、ユリチャのミュージアムカーフの色がケルマーっていう茶色のムラ感のある革です。これ何のローファーに似てるかっていうと、自分で思うのはクロケットのボストンとかあとジョン・ロブのロペス似てると思います。あえて変わったことはやらずに本当にスタンダードを攻めていますので、似てはいると思うんですけど履き心地は全く別なものになっていると思います。さらにハンドソーンくぐし立てなので作り込みの面でも紐靴同様自信を持ってお勧めできます。基本的な作り方は中物とか芯とか、以前 MTO の中物こだわり解説みたいな動画を出したんですが概要欄貼っておきます。それと変わってません。つま先にはしっかりこのつま先形状をね保持するための革の芯を成形して入れてます。そしてかかとの芯ですね、ロングカウンターといって長い芯を入れてます。
芯がねこの辺までがっちり入ってます。ただここの屈曲部ですね、ボールジョイントの部分は紐靴よりも柔らかくなるように作っているので、かなり屈曲性はいいと思いますね。でですね、このローファー今試作段階で、このローファーのオーダーを開始ができるのが各サイズフィッティングシューズ揃えてからになりますので、おそらく今の予定では6月頃になるんじゃないかと思ってます。なので実際完成するのが10月頃ということで、秋口まだまだ履けると思うので、ローファー欲しいなとお考えの方はぜひそれまで、もしね他のローファー買おうかなと思ってたらちょっとね抑えて、ぜひこの岸のローファーご注文いただけることを願ってます。デザインなんですが、今このハーフサイドのコインローファーで試作してますが、本当はあと2型ぐらいは出したいところなんですが、ちょっとどれくらい時間かかるか分からなくて間に合うか分からないので、まずこのコインローファー最初に出します。でプラスでタッセルとかも出せるように努力します。ということでちょっと履いてみようかな。これ僕のサイズで、あとこの靴はちょっとね幅広がってます。木型調整でこの外側のこの部分に革を持って作ってますので26センチなんですけど、スタンダードな木型調整なしだともう少し細めに見えると思います。じゃあちょっと履いてみたいと思います。最近ね東京フットテーラーのスリッパを工房で室内履きとして履いてます。何度も試作で、仮の底付けをして足入れはしたことはあるんですけど、ハンドサウンドで作り込まれたローファー履くの初めてなので、めちゃくちゃ楽しみにしてました。このローファーのこの着用感の感じだと、もしかしたら少し、同じサイズで履くと少しゆとりあるかなって感じる方が多いかもしれません。先ほど言ったその履き心地のカジュアル感とか楽さ、リラックス感みたいなのを求めた結果、少しボリュームを出しているので、その分それが緩いなと感じる方はいるかもしれないんですが、その場合ハーフサイズ下げたりして試してみるといいと思います。かっこいい。これまだ試作なので、これでちょっと履き込んでデザインバランスとか着用感を確かめて、またパターンと着方をさらに修正して本番に移っていきたいんですが、でもいいですね。少し紐靴に比べてトースプリングを上げてるんですよ。つま先のこの地面からの反り上がりですね。カジュアル感を出したモデルということもあり、少しトースプリングを上げて、さらにこの歩行する時のこのローリングですね、こう前に転がるような感じを大きくしようかなと。それ効いてますね。かなり歩きやすい。以前制作したサイドエラスティックもそうなんですけど、このスリッポンタイプの靴ってめちゃくちゃ楽なんですよね、脱ぎ履きが。僕結構この工房でいると脱ぎ履き多いので、犬の散歩行くのに靴履き替えたりとか、あと家に帰るのに靴履き替えたりとか、脱ぎ履きするので、本当にこういうねスリッポンタイプは最近かなり重宝してます。なのでこれもかなり履くでしょうね。今ちょっと歩いたんですけど、履きじわが入りました。座りました。この足を組んだ時の靴っていいですよね。
すごく履きやすいです。こちらのモデル完成してサンプルとか作るので、そしたらまたね改めて紹介したいと思います。今回はこの試作の紹介ということでいち早くお知らせしました。他にもローファー含め紐靴とかストラップとかね、ちょっといろいろ新しく出していきたいので、どうぞご期待ください。それではまた。